皆さんこんにちは。竹チューバーの竹寺4代目です。さて、今日はね、このプラ竹を使ったソープボックスカーレース用の令和125号についてちょっとお話ししたいなと思っております。皆さんこの令和125号ご存知でしょうか？日本ではあんまりメジャーではないんですけれど、欧米ではですね、小さなお子さんから結構いい年の大人までがみんなが楽しんでいる、坂道をエンジンなしの車で滑り降りて、でそれで順位を競うっていう、遊びから始まったレースがあるんですが、ソープボックスカーレースっていうんです。それね、ソープボックスカーっていうのは、石鹸箱、昔もともとそのアメリカの子供たちがソープボックスってありますよね、四角い。でそれにタイヤをつけただけの車体で坂道レースを始めたというところから名前がついてるみたいなんですが、このエンジンなしの車体の坂道レースにこの令和125号という車を作って参加することになりました。でどうしてこの令和125号を作ることになったかというとですね、実は話は2018年まで遡ります。2018年にね、世界竹会議っていう世界の50カ国の国と地域から竹の専門家がたくさん集まって会議をするっていう WBC でワールドバンブーコングレスっていう国際会議があるんです。2018年の国際会議に呼んでもらってました。でその国際会議は実はね、本当地球の裏側のメキシコであったんですよ。でけどメキシコであったんですけど、その国際会議に基調講演者として日本からただ一人呼ばれてたので、これはなんか日本の印象づけるで、この虎竹をたくさん世界にアピールできるっていうことをしたいなと思って、ちょうどその自分たちがクラウドファンディングで制作してた虎竹の電気自動車竹トラッカーという車があったんです。でそれを運んでいって、でメキシコで走って、で会場にもなんとその竹トラッカーで入場するっていうパフォーマンスをさせてもらったんです。でその会場に実は見に来ていたスペイン人のイバンさんという方がおられてですね、でそのイバンさんが実はスペインのビトリアっていう町でソープボックスカートレースっていうエンジンなしの車体で坂道を下り降りるレースがあるから参加しないかって誘ってくれたんですよ。その時ですね、ソープボックスカートレースっていうのを初めて聞いて、それ何と思って、もう最初全然行く気も何もなかったんやけど、一回ですね、そのスペインのビトリアっていう町行ってみようと思って、去年の2月にスペインのビトリアまで行っちゃったんですよ。そうしたらですね、その町のなんと美しいこと、もう行ってびっくりした昔ながらの石畳が残ってて、本当EU のですね、環境都市にも選ばれた美しい都市で、緑と人とそれと古い町並みが調和する、もう素晴らしい町なんですよ。ほんでそこのそのレースの会場の坂道も、なんとそのビトリアの町ができた頃からある坂道ということで、これは参加してみたい、やってみたいということに一挙に気持ちが変わってですね、で日本に帰ってきてからソープボックスカートレース、この車体作りが始まったんですよ。ところがですね、ソープボックスカートレース、皆さんにも馴染みがないんですけど、僕も初めて聞きました。で一体どんな車体でどんなことをしたらええのかと思って悩みに悩んでいた時に、ちょっとソープボックスカートレースを知ってるという方とお知り合いになって話を聞いてみて、実はこうでこんなレースがあるので参加したいんですと。でちょっとこの車体を作ってみたいんやけどどうでしょうということで、ちょっと見積もりを取ってもらったんですよ。そしたらなんとびっくり、その車体のそのベースの部分があるじゃないですか、それを作るだけで200万かかるって言うんですよ。これはやっぱり僕たちみたいな小さな会社には無理だな、ちょっと諦めようかな、これどうしようもないなと思ってた時に、たまたま運よく出会ったのが岡山科学技術専門学校さんなんですよ。でなんとですね、そこは本当びっくりしたんですけど、その前の年ぐらいにソープボックスカートレースっていうのが日本で開催されてて、そのレースに実は参加したことがあるっていうんですよ。と思いまして、もう本当に藁をも使う思いでもうすぐ車を走らせて岡山までその車を見に行きました。そしたらですね、その時の車体がそのまんま残っていて、でそのフレーム部分を何とも曲げるので処分しようと思いよったというんですよ。
処分するんやったら僕は実はこうでスペインのビトリア行ってレースに参加しようと思うけど、ぜひこの車体譲ってくれませんかって話をしたら、あ、分かりました、譲りましょうと言うんで、もうまた次の日にトラックで取りに行った車体がこれなんです。ちょっとこの車体見てください。この中をね、この中のね、車体、このフレーム部分、この鉄のフレーム部分、それからこの中のこの前輪にはスプリングが入ってるんですけど、このスプリング部分とかこのタイヤの部分ですね、これが全部その岡山からいただいてきた分なんです。で、裸のフレームをですね、岡山の専門学校から持って帰ってきた時の社員の反応がこれです。もう本当ですね、また社長が余計なこと始めたと、一体何を流行るつもりやと、こんな車体を持ってきて俺らに何を作れというんやと、もう職人はね、本当落ち込んで会社中が暗い雰囲気になってた。ところがこれね、名前がね、ちょっと見てください。令和1255となっているでしょ。元号が令和に変わったこの節目。ところが僕たちにとっては創業125年の節目やったんですよ。でその節目に何か面白いことやりたいな、何か虎竹ってこんなんだよ、僕たちこんな仕事やってるよ、この狭いたった 1.5 キロの間口しかないんだけど、ここにしか竹が生えないんだよっていうアピールを世界にしたかったんですよ。でそこにちょうどこのソープボックスカートレースで出場しないかということ、そしてたまたま岡山の専門学校がこの車体使っていいよ、こんな偶然ってないと思うんですよ。で、この名前令和1255とついてますけど、平成の令和の年の125周年に職人が何と言おうと社員が何と言おうと、これは絶対やらないかん運命やと思って心を決めました。で作った車はこれなんですよ。僕にはね、明確にこの車のデザインのイメージ、コンセプト、どんな車にしたらいいかっていうのははっきり分かっちゃったんです。実はね、竹トラッカーという車を作ったって言ったでしょ。で竹トラッカーはやたらみ細く竹を庇護に取ったやつで、やたらめったら編んだ形で形を作った車だったんですよ。ところが竹っていうのは細いフレームに取ったら柔らかい柔軟なしなやかな庇護になるし、これ見てください。これぐらいの幅の厚みに取ると硬くて直線的な竹のイメージっていうのを表現できるんです。竹っていうのはね、10と5、柔らかいしなやかな竹っていうことと、直線的で硬い竹っていう相反する性格を持った面白い素材なんですよ。でそれを今回は表したいなと思って、竹トラッカーの時には柔らかい女性的なしなやかな細い竹ひごでボディを作ったので、今回はこの幅広のフレームでこの直線と、前から見るとこの曲線分かりますか。幅を広く取った形で曲線を作ろうと、前の竹トラッカーとはまた違った竹の面白みのある車を作ろうと思ったんですよ。図面を描いてこんな形で作ってくれ、できたのがこの車令和1255なんです。でね、なかなか細部にもこうちょっとですね、例えばここ太いフレームで取った細工ばっかりじゃ面白くないんで、やっぱその虎竹を細くひご取った波のようになってると思うんですけど、これ波やじろっていうんですが、こういう波やじろのこういった昔からある細かい竹細工の部分も見てもらいたいし、シートの部分はやたらめったらっていうところから来てるんやけど、このやたらみで編み込んだりという、昔ながらのその竹の変装編み、竹編みの技術っていうのも生かした車にしてます。でこの竹トラッカーはですね、いろんな工夫をしてるんですが、その一つがこちらです。スペインまで荷物を送らないかんので、できるだけ小さくってこうコンパクトな形で送らないかんかったんですよ。折りたたみ式しました。で、送る時はコンパクトに、で走る時はパタパタパタとこういうふうにね、立ち上がるように作ったんです。こういうふうにですね、パタ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 と、これね虎竹ウィングって言います。これ後ろから見てください。かっこいいでしょ。これなかなかね、何とも言えずこの虎竹ウィングがボディのかっこよさをこう象徴してるんじゃないかなと思うんですけどね。それでこちらの、レーシングステッカーは何かって言いますと、有限会社三和モータースさんとバイクショップ高橋さん、これそれぞれね地元の会社さんなんですが、この三和モータースさんにはこのシート部分、
やたらめで仕上げてるんですけど、これもともとはね、この前にあったんですよ。前にあったのをのけてもらって後ろに下げてもらったりとかですね。それでこのバイクショップ高橋さんにはこの令和1255っていうのは実はタイヤだとかこのブレーキ部分、これ全部自転車の部品をね使ってるんですよ。でこういった足回りだとかブレーキ部分はバイクショップ高橋さんにお願いして作ります。ソープボックスダービー協会さんにはですね、ソープボックスカーのことが全然わからなかったんで、その全体的なことを教わったりとか、それでこの鍵仙さんっていうのが先ほどから何回か名前が出てきている岡山科学技術専門学校さんなんです。でこちらには自動車部っていうのがあってですね、こちらでその自動車部の実習の一環としてソープボックスカートレースを製作されていたということで、この骨組みっていうかね、このフレーム部分をこちらからご協力いただいて、この令和1255号が完成したんです。でですね、作ったことのないものを初めて作って、これどうでしたね、これは結構何ヶ月かかかりましたね、この車体作るのに。めでたく完成したわけなんですが、でも実はですね、これだけではないんですよ。スペインまでわざわざ日本からただ一人参加して初めて行くスペインのビトリアなんていうね、聞いたこともない行ったこともない町に日本からただ一人竹の PR に参加するということで、これだけではありません。竹虎には実はですね、とっておきの秘密兵器があったんです。それがこちらです。それがこちらです。虎竹のヘルメット、虎竹の胴当て、肘、膝、もうすべて全身虎竹の虎竹アーマーです。この虎竹アーマーに身を包んで、この令和1255に乗って大会に出場したんです。まるでね、昔の戦国武将みたいな形ですね。ではこの虎竹アーマーとこの虎竹の令和1255で参加したビトリアのソープボックスカートレース、それが一体どんなものだったのかご覧いただきたいなと思います。ノーバンブーノーライフ。Dile a quien te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fue lo peor. Que sabe a mí la culpa de los... Y ahora, Ringo Foto, cuidado. Ahí viene el señor de Sucuro de Perú, Thank you.
agradecemos. Ahí está. Estos 3 campeones. Fuerte aplauso para ellos. Ahora sí, reconocimiento especial de parte de toda la cuadrilla de Blusas Inestas, los Alegríos. De verdad, gracias por venir, Iván. ¡Te trago! Te queremos entre... Cobrar por Sin Voz el día 9. Va a cobrar por foto para financiarse el viaje a Japón. La golfibera todavía. 今回創業125周年で日本からやってきました。でそれとこの竹がトラ竹っていう竹で、日本でも 1.5 キロの間口の狭いところでしか取れない竹なんですよ。Japón, pero una zona nomás, 1 kilómetro así nada más. ¿Cómo se llama? トラタケ。タイガーバンド、タイガーバンドで世界でもうそこでしか取れないとっても貴重な竹なので、それをみんなに知ってほしくて今日